皆さんお疲れ様です。TheHighClassのTheSeshが始まりました。音声は聞こえていますでしょうか？聞こえてなかったらちょっと申し訳ないんですけども、チャット欄の方で教えていただきたいなと思います。はい。ということで、そこにね、アイコンあると思うんですけども、TheHighClassというですね、大麻関係のウェブメディアのコンテンツの一環としてこの放送をやっておりまして、今日はTheSeshということでですね、ゲストの方をお呼びして、一緒にお話をするというようなことをこのTheSeshの中ではやっております。今日はですね、めちゃくちゃすごいです。今日もめちゃくちゃすごいです。はい。もう頑張ってゲストと捕まえてきました。多分拒否されたかもしれないですけど、何回かは。ゲストを捕まえてきました。なんと今日のゲストはですね、米国在住の日本人の方で大麻農家をやってるというやばい人です。本当に。ということで、早速、ストリーミングの方に追加していきたいんですが、大丈夫そうでしょうか？もし大丈夫であれば、カメラの前で OK サインだったり何かをいただけたらなと思うんですけども。Is that okay?Yes. ということで、ありがとうございます。ということで、追加させていただきます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はじめまして。ポットトークっていう感じのところでいいんですかね。ポットトークのフィッシュさん。はい。と、アキさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初もう30分ぐらいの短い番組ですけども、一応シリーズ化していきたいんで、ゆっくり喋っていきましょう。はい。ということで、早速なんですけども、自己紹介の方をよろしいでしょうか？はい、じゃあ、私の方からでいいですか？そうですね。はい。ですね、シアトルの方、今、ワシントン州シアトルの方に住んでて、もう6年目になるんですけど、2000何年だっけ ?2015 年 ?15 年2015年あ、そう、2015年に来て、で、2016年から、何種類かに分かれるんですけど、このビジネスの方を旦那と一緒に旦那さんといまやられてす。るということで。So, I'm not sure like if I speak like in English right now, but I don't know which one you guys prefer. well, majority is, like our majority, like a major audience is like from Japan. So I guess they are from Japan. I don't know where exactly, but 大丈夫そうですかね。ということで、はい。いくつかですね、質問をすでにオンラインサロンの方で、僕ちょっとオンラインサロンっていうのをやってまして、そちらの方で募集させていただいてるんで、ちょっと早速質問の方をぶつけていきたいんですけども、今見ている皆さん、チャット欄の方でもですね、面白そうな質問があれば、拾っていきたいので、ぜひぜひですね、流してみてください。はい。ということで、一つ目の質問なんですが、アキさん夫妻のされている大麻関連事業の詳細ということで。So this is like a first question. What do you guys exactly do in this like cannabis industry? That's our question. So we started basically 3 phases that we've been involved with industry. Phase 1, we started investing in a farm in 2015. We did that for a year. It was unsuccessful, unfortunately. Very beginning industry. 2016, we went on our own, started our own business, and started the cannabis, and we were selling product to dispensaries all over Washington State. Oh, so wait. So you guys like doing like a wholesales? I mean, no. Well, we great question. We bought from the farms, own product, packaged it up under our brand, and sold that to stores. So it's not like it's not quite wholesale thing, but you guys like we would buy it wholesale, package it, and then resell it under our brand. Gotcha. We did that for about 3 years, and then we sold our that business, but we retained the ownership rights to the brand. We're using that to create licensing deals throughout the U.S. Currently, now today, we're a seed company where we produce seeds for the big farms.
Wait, so that's the seed thing is like your third business? What you're That's doing? primary business today is a seed business. We have a greenhouse farm, and we produce seeds for the big commercial outdoor farms. Okay, I see. ということで、アキさん、今のちょっと日本の方のオーディエンスに向けて説明とかってしてもらったりできたりしますか？2016年からは、最初うちらが投資をして、で投資と、あと、経営の方に回って、でそれでビジネスをスタートしたんですけれども、これは、たまたまあまりうまくいかないまま、1年ちょいぐらいで終わったんですかね。で、そう2016年からは、農家の方から、大麻を栽培しているこの農家の方からおろして、商品をおろしてきて、で、うちらがそれをちゃんときれいにトリミングして、商品化して、で、ワシントン州にある、なんか40 stores? 45店舗の、マリファナのショップの方に納品、注文をいただいて、それから納品するということをやって、その時に私たちが持っているこのブラックラベルキャナビスがあるんですけど、このブランドをつけて、のパッケージもラベルをつけて、でそれでショップの方に、納品、販売ということをやってまして。で、それが2016年。Then, when is the next business? 2008? 19年。2019か。Sold the business and started the seed business. Or we are now developing a seed business. 2019年にはそのホールセールじゃないや、この納品、卸をするビジネスを、売って、で、その次に彼が考え始めたこのシービジネス。種を計算していくっていう方向で行きまして。で、まだその2回目にやったビジネスの方のこのブランド、このブラックラベルキャナビスの方はまだうちらまだ持っていて、状態なんですけれども、今はこちらが種を作る方。じゃあ今はメインはもう種を作る方に切り替えてってるって感じなんですかね。そうですね。はい。すごいですね。すごいですね。ちょっとそこすごい深掘りしたいんですけど、僕も種好きなんで、種好きなんでっていうのもちょっと変なあれですけど、ちょっと後で深掘りしたいですね。じゃあ今のところ簡単な自己紹介というか、今何をやってるっていうのをお伝えしてもらったんで、次の質問早速移りたいっす。すいません。すいません。駆け足で。いや、僕もめちゃくちゃ緊張してるんですよ。また。いや、アキさんもさっきちょっとバックステージでやばいみたいになってましたけど、僕もですよ。いや、I'm also nervous too, you know. さあ、ということで、次の質問なんですけども、ワシントン州ですよね。間違ってないですよね。現在の大麻事情というか、インダストリーのシチュエーションってどうなのかなっていう、結構ざっくりとした質問になっちゃうんですけども。So I have a question like this. What is like a scene? I mean, the industry of like Washington State right now is like like a pretty red ocean or like not like that much. Is it recreational? Yeah, recreational. I mean, if you can talk about like bars, like recreational or like the medicinal, that would be like really awesome though. But yeah. So here in Washington State, and most states now in the U.S. that have recreational laws, they're just the medical recreational is kind of combined in one thing. So you go to the store, and like if you have a medical card, you just don't pay taxes on the product you buy. But it's the same system, same store you go to, the same farms grow the same product for both customers today. That's kind of the way it's working now. Absolutely. Yeah. Your second question? Yeah, I'm sorry, the second question. Oh, the question? It's like is it like a red ocean right now? Like in Washington State, like a lot of people like try to get in like this industry, or like they don't do it like anymore. So it's interesting with the recreational industry. It's really crushed like the black market. So now everyone is very normal to go into a store, and they walk into a store like you go to Family Mart,
7-Eleven, you walk in and within some boom, you're in and out. Very convenient, very professional, very safe. It's very normal. It's just a very normal thing for people here now. Well, so you're talking about like a black market, so it exists still. Not anymore. Not so much anymore. I mean, it does, but because laws are making recreational regulated, it's really hurting the black market. Like black market in Washington almost doesn't exist anymore. I see. That's interesting. I thought like there are still like black market people, not the black market people, but people do it like a lot. Yeah, there is. There's still people who grow, especially on the West Coast, who grow and they ship it to the East Coast. But because East Coast states now are starting to legalize, New York, New Jersey, Maine, Vermont, Michigan, Illinois, these states now that are on the east side of the U.S., now that they have businesses where there's no reason for them to buy from black market sources anymore. So by doing this, we're hurting the black market's going away. The drugs getting off the streets, crime's going down. Okay. People getting help benefits they're looking for it. Just all around, it's a good win. I see. That's interesting. アキさんの方にちょっと答えもらってもいいですか？はい。アキさんの、はい。そうですね。なんだっけ。ワシントン州ではこの医療、メディカルマリファナ、メディカルな、メディカルマリファナっていうの、その医療の方のカード、持ってる方は普通にショップの方に購入しに行く際には、その税金を払う必要がない。そうですね。フリーでその商品買えるっていうことが進んでいってて、同じレクリエーションショップの方でも。で、今ではもうお店に入って本当にファミリーマートとかコンビニのように、お店に入っても3分、5分ぐらいでバーってそのカウンターに行って何が欲しいこんなの。はい、カードどうだって言って、それ出して、すぐお店に入ってすぐ帰るっていうことができる。もうすごいコンビニのいい状況っていうんですか。いい状況ですよね。はい。で、あと合法になる前までやはりこのブラックマーケットっていうのが、今でももう確実になくなったっていうわけではないんですけれども、少しは残っていると。でも、やはりこの法の方もだんだん緩くなってきているっていうのと、そういうので、だんだんもうブラックマーケットっていうのが低くもうなくなってきてるっていうのに。なるほどですね。ちなみにビジネスどうですか？ワシントン州。結構大変ですか？今から。例えば日本人の人が今ワシントン州にいますと。日本人じゃなくてもいいですけど、新規参入とかってどうなってるんですか？ So what's it look like if you try and buy the license, if you try to operate a cannabis business in Washington? Is that like really difficult to like getting like to the industry right now? Or good question. I would say this is true for any state. We have 18 Juhachiko states in the U.S. now that have recreational laws. And to get a business license is really not any different than trying to get a business license for any other business that you might think of. You go apply. There are certainly background checks. Extra background checks they ask for. You have to get fingerprinted. You have to have your crime record if you have any crimes in your past history. But those have to be cleared out. But otherwise, it's really just kind of like a business. They say, here's the address. You go apply and pay the fees, and you get a license. And after that, you're just like any other business. You have to go out there and do your part. And probably the biggest thing that I would say is most interested people who might want to get into the industry is don't think because that it's pot that it's easy. It's still like any other business. You have to work and grind and hustle to try to make your business work. Right. Oh, なるほど。Wow, that's interesting. I'm sorry. Something like that happens, License is more than content. It could send in dollar, whatever. You pay your fee. Paperwork. Do your paperwork. Yeah, paperwork. Then you got to work. Well, so as long as if you can like
if you can finish the paperwork and the license, like paying the cost for the license, you can do it. Is that Same with any business. If you want to start a Oh, bar, carpet awesome. cleaning, whatever you want to do, every business is the same. You have to go apply with your local officials, Uh-huh. a business license, and after that, you just got to go work. I see. Same, So same you're with this industry now. you're telling me like it's not so special anymore. It's like the same, like same as like other industries. It's very. I mean, the industry is very regulated, but to get a business, Regulated. it just takes your willingness to go apply Mhm. and then go do the work and have to. Probably the most difficult part of the business of the industry is have to comply with the rules. It's very, very regulated. So it's very regulated. More so than prisons. I see. All right. That's pretty tough, for like someone to get in from around. I don't know. For example, in a prison in Washington State, in Mhm. prison they have a camera system. They have to keep 30 days of camera footage. In our industry, we have to keep 45 days. I see. Hey, I have a question like from the audience right now. Fish-san, where are you from? Like originally, Boston or Atlanta, Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. World Series champions. I didn't know that though. Okay, I mean that's just a like small question, but I was curious too. I don't. Yeah, maybe from the accent. Do you guys have an accent there? Right? Okay, that's why. So, I don't have any friends like from Atlanta, but it's alright though. So talking about the license thing, we just have talked about this license thing. So I have like this question. アキさん、すいません。ちょっと一回日本語で質問を読みますね。はい。ヘンプとカンナビスで申請や商品化にあたって、許可や免許は違うんですかっていう質問ですね。はい。So what's the difference in between the industry of marijuana or the hemp? Is it hard to get the license, and when you apply the license, is it so hard to get it, or? Both licenses are the same in terms of what you have to do to go get them. Mm-hmm. The difference between the hemp license and a recreational marijuana license, marijuana license is only to the state that you live in. Mm-hmm. Hemp can be across states. You can grow in California and sell in Texas. You can sell overseas. Okay. But marijuana has to be with just your in the same state. Right. See. Well, do you like also sell like hemp products too, or you just only stick to like cannabis product? Up to now, as of today, only recreational marijuana. But we are working on some relationships within Nippon, and in Thailand to try to see about CBD, because that's a very new market in those two locations. Right. Yeah. Okay. I see. Thanks for like answering that. アキさん、同じ答えって日本語でもらってもいいんですか、僕。はい。ですね。マリファナの方とヘンプの違いっていう質問だったんですけども、その免許を取るとかビジネスをするっていうような面では、同じだと。で、ヘンプのビジネスだと、その違う州、例えばカリフォルニアで育てたヘンプを、オレゴン、ワシントン、テキサス、そこに、郵送して、そこでまたビジネス、州をまたいでのこのビジネスをするっていうのが可能なんですけれども、でも、マリファナとなると、やはりワシントンで育てたものはワシントンで収穫して、で、ワシントンで商品化して、で、ワシントン州内、一つの他の州をまたいでビジネスをするってことはできない状態です。ということですね。はい、なるほどですね。ありがとうございます。もう一個ぐらいちょっとお話できるかもしれないですね。今20分ぐらいなんで、一応この放送ですね、30分で一回区切らさせていただきます。はい。そして残りですね、実は僕らアフタートークっていうのをやってまして、TheSeshの方で、オンラインサロンの会員さんのみ
見れる、リンクを発行しておりますので、はい。サロン会員さんの方はぜひそちらで見てみてください。ということで、多分これが今日最後の質問になるのかな。最後の質問はですね、農場の規模感やスタッフ、人数などのリアルなお話ということなんですが、まずはちょっと農場の規模感からお話いただけますか。Okay, so how big is our growing greenhouse? Do we have any employees who work in our business, or what does it look like? When we were doing black label cannabis, we had about 10 employees that were packaging product. Right now, our seed business is just kind of developed, just kind of getting started. Okay. It takes about 3 or 4 years to kind of really develop a seed business. We're like in year 2. Right. Right now, it's just me, myself, a partner of mine, and Aki. The three of us to kind of work together to develop that. So that's just growing. No employees. This year is hopefully be our good year for us. Next year, we're going to try to produce about Niman Goseno plants. Really? Yeah, next year. That's a By goal. next year. Wow. So everything is like in a greenhouse, or like you're gonna do like outdoor, like with greenhouse. We start like the plants, Uh-huh. and then we sell those plants out to the farms. Oh wow. We start the seed, it starts to plant, and then once we get it about that tall, then we sell that up to the farm. Sweet. So next year, like this year, 21年, we did 1万 plants. Wow. Yes, Well, that's still a lot though. Already a lot though. Well, I want to know like this, like how many, like 1万. So the number of plants right now is it like a considered as like a big scale or like a middle scale, or I think it's like a big scale, isn't it? Or middle scale? So for a license here, you basically get the one license you get is a 1 acre license. I don't know how many sobos it is, but it's like 1 acre. You can translate. So it's not like it depends on like how many plants you have. It's just like it depends on like how many field, how large your field is. Oh. Yeah. Your license is for your space. I see. And the biggest space you could have is 1 acre. Okay. So it's how much you could produce in that 1 acre. I see. So if someone about 2,000 plants, Nissan plants. Okay. Wow, that's really interesting. I'm sorry, like I kind of feel like I'm digging your business, you know. Like I want to know everything. So we have to find, last year we worked with 4 farms. Next year we're trying to find 10 farms so we could sell Niman Goshen plants. It's amazing. Alright. アキさんすみません。今の日本語で大丈夫ですか？言ってもらっても。はい。すみません、なんか。1 acre, how big is that? Acre. I don't know how many sobos an acre is, but the acre sobo probably. Yeah, we don't have acres. どれぐらいですかね？アンカー。Probably. エーカーでしょ。What's the square footage? 40,000. So like. 1エーカー。4万スクエアフィット。4万スクエアフィット。待ってよ、ごめんなさい、4。多分ちなみに1エーカーが4000平方メートルです。約。1エーカーが4000平方メートル。はい。4046平方メートルなんで、だいたい4050ぐらい。So, 1 acre が何 What about 2,000 plants? That's about how many plants you could fit on 1 acre. そう、その4000坪でしたっけ、今。そうですね。平方メートルですね。ここがちょっと難しいところですよね。そう、4000平方メートルで約2000のプランツ。なるほどですね。8っていうのか。8っていうんですか？8エーカーなんでだいたい8倍ですか？で、2000 個のプランツを育てるのがその4000平方メートルですね。になって。で、私たち、この今やってるこのビジネスの方はだいたいやっぱり最初基盤っていうのなんていうのかな、土台を作って、そうですね、土台。1年目。で、その1年目がだいたい1万のプランツをその農家の方に
1万プランツってことは5エーカーぐらいあるってことで合ってますかね。まあ、もう繰り返しですね。もう作って、なるほどね。種を植えて、で、芽が出て、で、それをね、水やって、で、まあね、全部が全部きれいに育つわけじゃないので、またちょっと傷んでしまったものは処分して、で、その毎日毎日水をやって、で、その繰り返し、そのまた2週間、3週間ぐらいの期間で、こんだけの数はこの A さんの農家に出荷じゃなんていうの納品する。で、またその翌週には次の予約が入ってるから、それに間に合わせて、その、水やりして、育てていって、で、またタグつけて、ちゃんと数を数えて、トレイに乗っけて、で、じゃあ何曜日に来ますからっていうので、またそこに納品してとか。それを、まあ、その、去年は1万。1万株っていうんです。なんだろう。ですかね、1万株。を出して。で、来年の目標ってまあいろいろ話が今決まってる時点では、How many plants? 25,000。そう、25,000。年間通してっても、やはり半年ぐらいですか。まあ、今、冬の時期にはシーズンオフになっちゃう。まあそうですよね、そうですよね。実質そうですもんね。冬はできないですもんね。そうですね。なるほど。グリーンハウスでも冬できないんですか？グリーンハウスできるんですけど、でも結局ほら、納品するところがない。そっか。お客さんは、アウトドア、外でグローする大きな農場を持ってる人たちがお客さんなので。なるほどですね。そういう感じなんです。いや、めちゃくちゃ面白いっすね。いやー。3人で、私は2人と、あと1人、メンバーがいるんですけど、3人で。なるほどですね。雇用されてるというか、スタッフの数は10人ぐらいって言ってましたよね。そのプロセス、なんだろう。そう、それは、このブラックアウェイキャナビスをやってる時のビジネス。なるほどね。なるほどですね。パーツを全部、ね、注文下ろして、それもう、注文して、ジョイント作ったり、プリロール作ったり。そう、プリロール。オイル。それはオイルもあったね。そう、オイルもちゃんときれいにパッケージ入れて。めちゃくちゃいろいろやってますね。Like dab oil. So when you like a process, when you like make products, like you guys like hire temporary staff or sometimes, yeah, we have both. We have full-time staff until like temporary staff, because maybe at harvest, at harvest you need more people. So you have some people after harvest, but yeah. Alright, thank you. ちなみに1エーカーは東京ドーム11分の1らしいです。Wow. That's pretty big. フィッシュさん、東京ドーム何って話ですけど。So there's a really famous like a dome, in Japan. Like everybody, I mean, like a baseball players like play it on it. But it's like a 1 in the 11th the size of the acre. 1 acre is like a 1 in 11. Okay. 1 in 11. Yeah. I don't know, like it doesn't like it's pretty big, but actually it's pretty big, It's big. Yes, it's pretty big. Yeah. なるほど。Kilograms is probably about 1,000 kilograms. 1,000 kilograms. Wow. Really? Is that like only the flowers or like a whole plants? For one license, they'll produce about 1,000 kilograms of pot per year. Oh my god. A little bit. Wow. A little bit. Is that real bit? I don't know. Actually, I have no idea. Like, I kind of feel like it's like a lot. I have no reason to lie to you. It's true. 1,000 kilograms per acre. How you say? 1 acre は何だっけ、4000 平方メートル。4000平方メートル。ちょっともうね、スケールがでかくなりすぎてて、4000平方メートルでそのぐらいの量って、どれぐらいなんだろうなっていうね、もうわかんないですよね、感覚が。でもあれですよね、ほら、3ヶ月に1回収穫とかってなるので、その回転率、いかに決められたその、農場でどんだけ回転率するかっていうのと、あと、ライセンスによっては、ライセンスの種類によっては、大きさが変わってくるとか、多分 Tier 1とか Tier 2、Tier 3とか、まあいろいろなんですけど、
なるほ Which ど。 one's the largest? Yeah, it's complicated. It's complicated. あ、OK。そう、まあ、種類によってはその大きさが It relates to 30,000 所有できる 1 acre. のが違うと。なるほどっすね。はということで、めちゃくちゃいい話をしてるときに30分超えてしまいました。わアキさん、パーカーの方もガンガン映してください。はい。宣伝もお願いします。アキさんはポットトークとあとブラックレーベルカナビスですかをやれてるということですけども、宣伝をお願いします。もう好きなだけ宣伝してください。Anything you want to promote? Just, Black label cannabis? only no. I just hope that people keep trying to educate themselves. I appreciate everything that you bring to people to just kind of inform. The most important thing that I think that's why I enjoy PotTalk is just to try to share with people some of the things that we just don't know, because it's a very new industry and there's a lot to learn. And if there's anything we could do to share or answer questions for people, we would love to kind of help do that. で、今説明しますと、やはりお願いします。今日ね、カオル君の方にこうやって私たちを呼んでくれてありがとうございますっていうのがあって、ですから、やはり私たちが分かる、私はもうただ彼についてって仕事を手伝ってるだけなんですけど、でもでこうやって教育、エデュケーション、何か学んでいきたいことっていうのをみんなでこの教育、シェアしながらとか、で、あと、この先、ね、いろいろどういうふうな展開になるかわからないんですけれども、こういったビジネスに携わるような人たちがいるんでしたら、また私たちも分かること、学んだことをいろいろ皆さんと一緒にシェアして、正しい情報を送っていって、皆さんで一緒に勉強できたら、みたいな。So one promotion. One promotion. じゃあ一つ宣伝したいそうです。Go ahead. Come to Seattle. Give us a call. Come to the farm. でもカル君がもう The farm シ is ャープ open. の時に Come は visit. 来てくありがとうございださい。ます。めちゃくちゃ嬉しいです。I appreciate that. Yes. Like, seriously. I'm not gonna take like what you said like seriously. Yeah. Don't talk about it. Be about it. Yeah. 話してるだけじゃなくて行動に移してくださいって。よろしくお願いします。最後にこちら、岡真紀さん。笑顔で頑張ればナンクルナイサーということで、フィッシュさんのインスタにハウスの様子も載ってますよねということです。フィッシュさんのインスタとアキさんのインスタ多分この下の方に映ってるやつでいけるはずなんで、あと動画の概要欄にもインスタ載せてますので、ぜひですね、フォローをして、めちゃくちゃライクをしてください。そう、ポットトーク、インスタグラムの方。あと、YouTube じゃん。YouTube もあるんですよ。YouTube も。はい。多分全部概要欄あるんじゃないですか。多分載っけたような気がするんですよね。ポットトークさんのチャンネルと、アキさんと、ポットトークさんのインスタグラムが3つほど載せてありますので、皆さん、見てる皆さんよろしくお願いします。そして、TheHighClassのチャンネルもお願いします。はい。ということで、一旦ですね、公開の方は終わらさせていただきます。もちろんこちらアーカイブ残りますので、ぜひぜひ見てみてください。僕と、アキさんとフィッシュさんはこれからアフタートークということで、皆さんの見えないところでお話をさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます、アキさん。はい、ありがとうございます。Thanks for coming and speaking like a lot of stuff. Like, we cannot get it like usually. I don't know if I speak correctly, but thank you for coming, Fish Son. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Well, we're gonna speak later though. ということで、皆さんありがとうございました。一旦この辺で摂取を終わりたいと思います。最後にビデオだけ流します。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。